株式会社タニタ代表取締役社長谷田千里。誰もが知る健康計測機器メーカーの創業家3代目であり、屈指のゲーマー、そしてアニメファンでもある。理論派なんで、人間感情を無視するんですよ。バーンって切っちゃうの。会社の中でいろんなことを本社でやったんで、島流しになってアメリカに出向になるで、自分の意思と反対のことができるようになったのは大人になってからなんで、ロボットを動かすバーチャロンっていうセガのゲームがあったんですけど、松原社長が今度リバイバル出ますよ。作るのにだと僕に作らせてくださいよ。僕製造業だから。タニタがですね、健康を追ってきたのは結構肉体的なの多いんですけど、精神面の健康のためにタニタ社がやらねばならない領域だったんでやって、会社の金をそんなん使うんですかって、俺反対される、危なかったと思ってけど、ゲームってムカついてきたらこうあーってやるじゃないですか。負けたらってやるし、家庭用だったらもう投げつけるしタニタのツインスティックっていうのができた。大人になったらこういうのやめなきゃいけないっていう、でも普通好きなんだからやりましょうよ。前編では谷田千里が心の安らぎを得るという場所、高田馬場のゲーセン帝で話を聞いた。今回谷田が来訪を心待ちにしていたある特別な場所とは。もう早く入りたいのにっていう。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございます。スキップはいいんですか？スキップしたいけど。あ、こうなんだ。これで入っていいんだね。じゃあ入らせていただいて。うわ、すげえ。広角機動隊の全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展、広角機動隊展ゴースト&ザ・シェル。その原点は1989年、漫画家四郎正宗がヤングマガジン海賊版第5号から連載を開始した広角機動隊ザ・ゴースト・イン・ザ・シェルである。iPhone とかスマートフォンがない時代、今なら理解できるんですけど、子供の頃とかのない時にこの世界を描かれたんですよ。だからもうその時の衝撃が大きくて、この世界観に入ってってる近未来テクノロジーを精緻に描きながら、人間の意識や精神世界を深く掘り下げたこの作品は、発表当時多くの読者に強い衝撃を与えた。その影響は国内外へと広がり、数多くの漫画家や映画監督、クリエイターたちに影響を及ぼす。その後、作品世界は漫画、アニメーション、テレビシリーズ、劇場作品へと展開。2017年にはハリウッドによる実写映画も公開された。日本で制作された歴代アニメシリーズを一堂に会した記念碑的な展示、それがこの広角機動隊展ゴースト&ザ・シェルである。うまいわ。この展示会来て、このコラボメニュー飲むのは、来た、展示会来た、堪能したっていう感じの瞬間なんで。
おいしい。2月の秋田、タニタ社の製造工場を訪ねるため吹雪の中大曲駅に降り立った。今ちょびっと来る前にタニタハウジングエアってあって、これいいところというか、祖父が作ったもう一個の、住宅関係の会社さんの工場がここで、でうちこっちなんですね。タニタ社の製造工場のある秋田県大仙市。冬には数メートルもの雪に覆われる豪雪地帯である。1973年、タニタはこの地に最初の工場を建設。以来およそ200人が働くタニタのものづくりを支える拠点となっている。2008年、35歳の若さで谷田千里は代表取締役に就任。すべての人が自分らしく生き、いつまでも健康でいてほしい。その願いとともに谷田はさまざまな取り組みに挑戦してきた。谷田食堂や企業自治体の健康づくりを支援する谷田健康プログラムなどの新規事業を展開し、株式会社谷田を健康を図るから健康を作る健康総合企業へ進化させた方であります。それでは谷田様、よろしくお願いします。もともとは会社続き全くなかったので、調理師と栄養士の資格を持っている私はコックさんになろうと思ってやってました。ご自身個人として調理師免許を持ったり家庭科の教員の免許を持ったりってなぜなんですか？もともと次男じゃないですか。だから継ぐと思ってないんですよ、子供の頃から。自分の好きなことができると思ってらした。好きなことというか、こっちに話回ってこないよねって思ってたのと次男っていう立場とで長男普通にいますから、で自分のやりたいというかその好きな方の将来コックさんになりたかったので、ストレートでそれでやろうかなと思ったんで、そっちの方の人生歩んでたっていうのが流れです。高校の時にレスリングやってたのがいけなかったのか、腰の椎間板ヘルニアになって手術したんですよ。その主治医の方から、もうこういう職業やっちゃダメだよって言われて、この立ち仕事のじゃあもうシェフとかダメじゃないですか？そうダメって言われちゃったんですよ、まだ20歳前に。これまでこんなやってて、ここまで免許を持ってんのにって。調理師の免許を持ってて諦めきれなかったんで、次栄養士の免許取ろうとした。栄養士取れる学校のところで免許も家庭科の免許も取れることあったのと見つけたので、もしどこでもダメって言われたら家庭科で料理を教えられるので、料理に関わっていけるんでこれならいいやって思ったので、ちょっとこっちの方に本当は進んでたんです。ずっと夢だった料理人。家業を継ぐ決心をした谷田には、その道が完全に断たれたかに思えた。しかし私が社長に、なってからですかね、NHK の「サラリーマンネオ」っていう番組でたまたま取り上げるというお話がありまして、でそこを見た編集の方々ですね、ぜひ体脂肪系タニタの社員食堂のレシピ本、それを売ってみませんかと言われたので、社長になってすぐですし、本来体脂肪系タニタの社員食堂。和食の一汁三菜を基本に美味しさと栄養のバランスに配慮したタニタ社の社員食堂のメニュー。このレシピをまとめた書籍は発売と同時に反響を呼び、シリーズ累計543万部を売り上げる。同時にこの本を手にした読者からは、実際に社員食堂で食事をしたいという問い合わせが殺到。ついにタニタは社員食堂を再現したレストラン、丸の内タニタ食堂をオープンする。だって流れとして会社にもう本当に直結したような
取り組みじゃないですか。その食の改善であるとか。はい、でもそういうつもりじゃなかったんですよ。全く本当に何にも。僕もっと会社で言ってるのは、自分のそのなんでしょうね、欲望を満たしながら仕事しようよって言ってて、それが一番なんでしょうね、仕事して楽しいから。創業家に生まれた責任、怪我で断たれた料理人への道。しかし谷田千里はいつもその火を消すことはなかった。夢は諦めた瞬間に消えるわけではない。形を変えながらいつか別の形で実を結ぶこともある。When the drum beats go, play this. OK。はい、 OK です。ありがとうありがとうございます。はいいやいや、もうどうぞ、はいはいはい、大丈夫ですかこれで。